ねえのぞみ、メロンパン久々食べたんだけど、うん。やっぱあれが一番だわ。急に何があったの？いやー、コンビニで見かけてさ、なんとなく買ったんだけど、一口食べたらもうそれだけで満足した。わかる。メロンパンってなんかそういう力あるよね。でもよく考えたらメロン入ってないじゃん。そうなんだよね。名前はメロンパンなのに。あれなんで？格子模様がメロンっぽいからって聞いたことある。それだけ？それだけらしい。なんかその大雑把な感じ好きだけどね。でもそういうの日本のパンって多くない？よく考えたら変なやつ。おいおい、焼きそばパンとかさ、冷静に考えたら大暴おかしいじゃん。炭水化物の中に炭水化物。でも誰も疑問に思わないっていう。確かに。なんでそうなったんだろうね。焼きそばパンって明治時代からある文化らしくて、明治？パンが日本に入ってきた時に日本にあった食材をそのまま詰めたっていう。なんかもったいない精神みたいな。そうそう。カレーもコロッケも外から来たものだけど、それもパンに入れちゃう。入れちゃう文化ね。でも海外の人に焼きそばパン見せると、なんでってなるらしい。まあそうか。私たちにとっては普通すぎて気づかないけど、パンにパスタ入れてるようなもんだもんね、考えたら。そう言われたらかなりおかしいな。でも美味しいからいい。それに尽きるね。でもコンビニのパンってクオリティ高いよね、全体的に。高い高い。しかも安いし。季節ごとに新商品出るし、なんか飽きないよね。期間限定って言葉に弱いやつ、日本人あるあるだよね。めちゃくちゃある。でもさ、メロンパンって表面サクサクで中ふわふわじゃん。あのコンビがいいんだよね。そう、あの食感の組み合わせが最高なんだよ。日本のパンって食感にこだわってるよね、全体的に。こだわってる。ヨーロッパのパンってカリカリのハード系が多いけど、日本はふわふわ、もちもちが正義みたいな空気あるじゃん。確かに。高級食パンとかも耳まで柔らかいのが売りだもんね。ふわふわってさ、雲みたいに軽くてスッと消える感じで、もちもちはお餅みたいに弾力があって戻ってくる感じ。似てるようで全然違う。確かに違う。じゃあサクサクとカリカリは？サクサクはクロワッサンみたいに層になってパリッとしてる感じ。カリカリはもっと硬くてはっきりした歯ごたえ。ラスクとかが近いかな。なんか日本語って食感の言葉細かいよね。そうなんだよ。オノマトペが豊富だから、どんな食感かをすごく細かく言える。それが日本のパンの方向性にも影響してそう。してると思う。ふわふわ、もちもちを突き詰めた結果、菓子パンってカテゴリーが異常に発達したんじゃないかな。菓子パンって日本独特だもんね。あんなに種類あるの。あんパンとかさ、あれ明治時代からあるんでしょ？そうそう。日本人が初めて作った日本オリジナルのパンって言われてて。西洋のパンにあんこ入れるってよく思いついたよね。でもその発想すごくない？外から来たものに自分たちの好きなものを詰めて別のものにするっていう。それ焼きそばパンと一緒だ。そう。だから日本のパンってそういう DNA があるんだよ多分。外から来たものを自分たちの感覚に合わせてアレンジする。カレーパンもそうだもんね。カレーも外来で、揚げ物も外来で、パンも外来なのに全部合わさって日本のものにやってる。しかも揚げてるし。揚げるのは完全に日本の本能だよね。メロンパンもさ、格子模様のあのビジュアルが海外の人には可愛く映るらしくて。確かに見た目がいいよね。食べる前から何これってなる感じ。そういえばパン屋さんのシステムって海外と違うんだよね。トングとトレイのやつ？そう。自分でトング持ってパン選んでトレーに乗せてレジで会計する。あれ海外ではカウンター越しに店員さんに取ってもらう形が多いらしくて。じゃあ自分で選べないの？そういうお店が多いみたい。だから日本のパン屋さんで自分のペースでじっくり見ていいって体験が新鮮らしい。確かにあの時間好きだな。どれにしようかなってうろうろする感じ。でも種類が多すぎて逆に迷子になる人もいるらしい。嬉しい迷子だね。ご当地パンも変なやつ多いよね。どうなの？北海道にちくわパンってあって。ちくわ、魚の？そう。ちくわの穴にツナとマヨネーズ詰めてパン生地で包んだやつ。何それ？食べたい。あと滋賀にサラダパンってあって、中にたくあんとマヨネーズが入ってる。たくあん？あの漬物の？コリコリのたくあん。それ絶対気になる。旅行の目的になるやつじゃん。でも地元の人にとっては普通なんだよね。それがいいというか。そういえば春といえばパン祭りじゃん。シール集めるやつ。パン買うたびにシールもらえて集めると白いお皿がもらえるっていう。あれ毎年やってるよね。何十年も続いてるんじゃないかな。もうパンを超えた文化だよね。春の風物詩みたいな。パン祭りのためにパン選ぶ人いるもんね。それ私のことだわ。ついシールが貼ってあるパンを買っちゃう。
春限定のフルーツサンドとかコンビニで出るじゃん。あれも好きで。フルーツサンドって海外の人にはかなりびっくりされるやつで、え、そうなの？パンに生クリームとイチゴが入ってるってスイーツとしてのパンっていう発想が少ない国からすると何ってなるらしい。確かにアンパンといいフルーツサンドといい、日本ってパンとスイーツの境界線曖昧だよね。で、フルーツサンドって切った時の断面が綺麗に見えるようにフルーツの配置を計算して作るんだよね。あ、そうなの？てっきりポンと入れてるだけかと思ってた。ちゃんと計算してる。だから切ったらフルーツがバーって見える。それ SNS で映えるわけだ。そう、食べる前に写真撮る文化と断面へのこだわりって多分つながってると思う。作る側も見せることを意識して作ってるから。なんかパン一つにそんな話があるとは。今日メロンパン食べたって話からだいぶ広がったが本当に。なんかパンを見ればその国の文化がわかるって言えるかもしれないな。フランスはバゲット、ドイツは黒パン、日本はふわふわ菓子パン。それぞれの好みとか美意識が出てるよね。皆さんの国のパンってどんな感じですか？変わったパンがあったらぜひコメントで教えてください。ご当地パンとか特に気になる。じゃあ今日はここまで。またね。またね。